だけが入ってるパックが新登場。正義のヒーローと闇のヒーローが大激突。強えのはどっちだ。ダブルヒーロー対戦8月7日発売。ブシロード。シャキーンどうもひろきです。はい、では今回はですね、僕が使ったこちらダークヒーローのデッキの、紹介動画になります。まずこのデッキで、一番強いカードはこちら、インフィニティ、デスクレスト、しがみね無限剣。このカードが強い。どこが強いのかという説明をしていきます。ガルガンチャーパニッシャーと比較していただけると割とわかりやすいので、画面にガルガンチャーパニッシャー映ってると思うんですけども、それと、ちょっと比較して説明していきたいと思います。まずですね、相手のライフが4以下で、自分の場にモンスターがいなくて、自分がダークヒーローのアイテムを装備しているなら使えるという条件があります。まずですね、ライフが4以下っていうのは、ガルガンチャーパニッシャーと同じですね。で、自分の場に、モンスターがいないなら、というのは、ダークヒーローの特徴として、基本的に全て、バトル終了後だったり、ダメージを与えた時ですね、場を離れるよっていう効果があるので、ここの条件は割とクリアしやすいカードになってます。そして、ダークヒーローのアイテムを装備しているなら、アイテムこちらですね。基本的にはこのダークヒーローのデッキにはこちらの2種類しか入りません。というか2種類しか武器がありません。で、両方ともダークヒーローを持っているので、ここの条件もクリアしやすいかと思います。で、このカード、使用コストがゲージ2なんですよ。ガルガンチャーパニッシャーと比べると2ゲージもこのカードの方がコストが安いんですね。ってことはまず発動しやすい。強い。ここがこのカードの強いポイントです。そして、4ダメージは減らされない。基本的にはファイナルフェーズで発動したらもうそのまま勝ちまでいけるカードになってます。で、このカードはゲージ2で発動できるので、ハイパーエナジーがこのデッキには入っていません。このデッキでゲージを使うのは、こちらアイテム2種類と、シュバルツと必殺技ぐらいなので、基本的には、ゲージをブーストする必要性がない。だからといって、たまにね、ゲージが1足りないという状況が起こり得るので、こちら、至根の勇士ロードクロが入ってます。このカードは出た時にゲージを貯めてくれるので、こことか、このアイテムに繋がりやすいカードですね。そして、相手のセンターにモンスターがいると、割と攻撃力が低いので、ちょっと厄介なんですよ。そういう場面に、シャドウヒーローシュバルツ。で、相手のセンターのモンスターとかを破壊して、その後、必殺技の動きを、していくデッキになってます。基本的にはサイズ1モンスターは、打点3、起動効果でダメージを与える打撃力2なので、カード単体の、ダメージを重視してます。そしてこのデッキ、ダークヒーローはですね、バトル終了時、ダメージを与えた時に場を離れてしまうので、1、2で並べた時に、両方ともいなくなっちゃうんで、手札もなくなるし、次のターンの、カードを揃えにくいんですよ。その時に、ダークヒーロー第一基地と、スニークジャッジメントがあれば、このカードがですね、ダークヒーローが場に出た時にカード1枚ドロー。このカードが、モンスターが場を離れた時にカード1枚ドロー。なので、このカードを設置して、このカードを装備していれば、1ターンにカードを2枚引くことができます。なので、例えばサイズ1、サイズ2のモンスターがいなくなっても、その分引いているので、次のターンのカードを展開しやすい。さらにですね、ドローできるってことは、ここの必殺技を手札に揃えやすい。チャージ&ドローで、まず2枚引けてますよね。で、さらに、この時、ダークヒーローの基地の効果で、出た時にカード1枚ドロー。これで3枚。そして、場を離れた時に、ドローで4枚。4枚引けます。4枚ですね。初めからこうやってればよかったね。はい、4枚引けるので、インフィニティデスクレストを、手札に揃えやすい。で、手札に来たら、ファイナルフェーズでそのまま発動。っていう流れが、ダークヒーローの、コンボになります。では、こちらがですね、ダークヒーローの理想的な、盤面になります。チャージドローをした後に、シュバルツをコールして、相手のセンターのモンスターを破壊。これで相手にアタックが通る形になります。それでは、アタックフェーズを進めていきたいと思います。シュバルツで、まずプレイヤーにアタック。ダメージ2ですね。これでダメージが2点入りました。よいしょ。で、ライフが8。シュバルツの効果で、このカードは手札に戻ってきます。そして、スニークジャッジメントの効果でカードを1枚ドローできちゃいます。ドロー。じゃじゃーん。インフィニティデスクレスト。ここがドローできちゃったりします。そして、アタック。相手のライフを2点削ります。これが6。ザスカーもアタックしましょう。これで相手のライフが、はい、4以下になりました。ザスカーはバトル終了時、破壊されてドロップゾーンに置かれてしまいます。さあ、相手のライフが4以下で、自分の場にモンスターがいなくて、ダークヒーローの武器を装備してるとき、ゲージ2を支払って、しがみね無限剣、インフィニティデスクレストが発動できます。これで相手のライフを0にしちゃいます。で、前回、
サンダーさんを倒したこのインフィニティデスクレスト。こちらの動画は、勇者冒険の書、11前編の方をご覧ください。はい、じゃあいろいろ説明してきましたが、こちら、ダークヒーローのデッキは、ダブルヒーロー対戦、そしてサンシャインヒーローズ。こちら、2つだけで組めるので、こちらダークヒーローのデッキをぜひ皆さん、組んでみて、遊んでみてください。それでは次回の動画もチェック&チェック。じゃあねー、バイバーイ。チャンネル登録よろしく。